はい、今回はですね、愛知県の老舗キャンピングカービルダーレクビーさんが製造販売しておりますカントリークラブスーペリア、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、このですねカントリークラブというですねこのキャンピングカーに関してはレクビーさんのですねレパートリーの中でおそらく今一番人気なんじゃないかなと思うんですけども、2023年の新しいモデルからですねこのキャンピングカーの中にあるですね装備品が増えました。それをですね室内にポータブル電源を置いて、そこからですね電源配線をね引いて室内の照明だとか電化製品も使えるようになりますし、100V 製品もですねポータブル電源から出力するよっていうですね配線設備が備わったんですよ。で以前の動画ですね、私の個人的な意見として、キャンピングカーのね中にポータブル電源をね別個に持っていって使う、併用してね使うことをお勧めしますというねお話をしたんですけども、まさにですねこのレクビーさんの車両に関してはポータブル電源をね室内に置いて、そこからね出力ポータブル電源から電気を取るね配線設備が備わってますので、これからの時代ねこのですねシステムが人気がね出てくるんじゃないかなと思います。はい、この動画を見ていただくと愛知県のレクビーさんが製造販売しておりますカントリークラブスーペリアについて分かりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは外装からご紹介します。動画の車両はトヨタハイエーススーパーロングキャンパー特装車4駆のガソリン車です。外装カラーはホワイトパールに次ぐ人気カラーベージュメタリックです。カントリークラブの大きな特徴はやはり何と言ってもこの後部の防水マルチルームです。外部電源の取り入れ口は車両後部右側にあります。専用コードをボディに差し込んで 100V コンセントに接続すると AC100V にてサブバッテリーを充電することが可能です。この外部電源コードはポータブル電源入力でも使えますので後ほどご紹介します。映像を取り忘れてしまったんですけども、ルーフにはソーラー充電システムソーラーパネルが装備されております。それでは室内をご紹介します。室内は非常に落ち着いたトーンでまとめられており、和モダンをモチーフにしておりますので、随所に和を感じさせるアイテムが装備されております。シートカラーや生地、そして家具色も高級感が感じられる室内になっているかと思います。それではエントランスドア付近をご紹介します。和をモチーフにした正面の下にはシューズボックスがありますので、2、3足は収納ができそうですよね。そしてシンクには贅沢にも陶器製のものが使用されております。これも非常に和を感じますよね。そしてこのシンクで使う水に関してはこの下に収納されております。給水タンク、排水タンクがありますので、給水タンクに水を溜めておいてポンプで汲み上げてシンクで使用、そして排水に関しては排水タンクに流れ落ちるシステムです。この上にはスイッチ関係が集約されております。まず左からメインスイッチ、そして映像では少し見づらいんですけども、これデジタルのサブバッテリーの電圧計です。その横には2口の USB ポート、そして 12V のシガーソケットがあります。またスーペリア装備のうちの一つなんですけども、 1500W のインバーターのリモコンスイッチ、そして照明のスイッチがあります。この照明スイッチは間接照明のスイッチになるんですけども、長押しをすると調光することもできます。そしてこの天板も跳ね上げすることができますので、運転席助手席にも少し身をかがめながら進むことが可能です。電子レンジもスーペリア装備のうちの一つなんですけども、こちらに装備されております。デッドスペースも収納がありますので、箸だとか細かなものも収納することができそうですよね。はい、そしてキッチンギャレー設備をねご紹介します。運転席のすぐ後ろにですねこういう大きなこういうね調理台のスペース、そしてこちらの方にもですね、調理台のスペースとしてね使える場所もありますし、この上に関してはですね、ちょっとしたこういうね収納スペースもありますし、はい、そしてこの下に関してはこれスーペリアのですね、標準装備のね装備品になるんですけども、液晶テレビがついておりますので、このような感じでキッチンにいながらにしてねテレビを見ることもできますし、アームがついておりますので、これをですねこっち側にすると
はい、後ろの方にですね座っている方もテレビがですね見れる仕組みになっております。はい、そしてこの下に関しては、はい、このですね冷蔵庫があります。これ少しねコンパクトなねタイプですけども、こちらにね冷凍スペースもありますし、スイッチだとかね冷え度合いの調整はここのねダイヤルでするんですけども、このような感じで冷蔵庫をね使うことができます。でこの冷蔵庫に関してはコンプレッサー式のですね冷蔵庫ですね。結構ですねコンパクトなんですけど、冷え度合いはねなかなかいい冷蔵庫がねついております。冷蔵庫に関してはこのねキッチンスペースに装備されております。はい、そして運転席助手席の上に関してはこのようにですね収納スペースがあります。通常ですねレクビーさん以外のモデルに関してはねこういう収納スペースはないんですけども、これねエアコンのねユニットをこう1段下げて、でこういう風にね造形することによって、そしてねここにスペースを設けて、これ高さ20数センチ、奥行きね1メーターぐらいあるかな。結構ですね大きな収納スペース、これ人がね寝ることはできないんですけども、寝具関係だとかそういうものをですねちょっとですね入れておけるスペースがありますので、これね結構ね使えると思うんですよ。こういうですね仕組みになっております。はい、続いてねダイネットスペースをご紹介します。カントリークラブのダイネットスペースはですね、この一人掛けのソファ、こちらがね一人座れてテーブルを挟んでですね、もう一人方がね座るスペースもありますし、通路を挟んでこちら側にですね実は2段ベッドがあるんですよ。でこの2段ベッドに関してはもちろんねこのようにベッド展開するとこう1段目2段目っていうねベッドが出来上がってるんですよね。そしてこのですねベッドマットに関しては跳ね上げもできますし、跳ね下げっていう感じじゃないですよ。この下げることもできるんですよ。そうするとここね横向きのソファとしてね使えるんですよね。ちょっとねこのねベッドを展開してみたいと思います。はい、このですねベッドマットを跳ね上げするときはそのままこれをね持ち上げます。持ち上げてここにロックがついてるんですけど、このですね左右のロックをしてあげるとこのようにですね上げた状態で保持ができますので、こうしてあげるとですねここにですね座ることもこう全然余裕ですし、寝る時もですね寝やすくなるんじゃないかなと思います。そしてこのですね上のバットに関しては先ほどのようにこのロックを外してあげるとこう2段ベッドになるんですよね。そしてこのですね受けてるこれをですね解除してあげると、これをですね下げることができます。そうするとこれ背もたれに、ね、なるのでこれ非常にいいですよね。こうしてあげるとここに、3人4人ぐらいはですね寝れるスペースがねあるんじゃないかなと思います。そしてはい、ベッドにするときはこれをですね一旦持ち上げて、このですね受けのロックを出します。そしてそのままこれをね置いてあげれば2段ベッドになりますし、これ落下防止のですね柵をつけると上に寝た方もですね落ちることはないかと思います。実際にちょっとね登ってみたいと思います。2段ベッドと聞くと子供用な感じもするかもしれないんですけども、大人の私が乗っても全然問題がないベッドでした。そしてマットや板も頑丈ですので変なきしみや歪みはありませんでした。はい、そしてねこの一番上のところに関してはこのねベルトを外してあげると、こちらもね外します。そうするとですねこのような感じで、これね収納スペースなんですけど、こういう風にしてですね物を置けるスペースにもなっております。そしてねこのデザイン、これ和のですねやっぱり和モダンのですねデザインが入ってるんですけど、これもですね非常に特徴的で、そしてねやはりその日本のですね和を感じるデザインになっております。はい、続いてこの短座の向かい合わせのですねダイネットスペースをご紹介していきたいと思います。このシートをですね今後ろ向きになっておりまして、後ろ向きでですね、こちらに座ってテーブルを挟んでですね、このサードシートといいますか、こちらのシートに座ることによってお二人の方がですね向かい合わせでね座ることができます。でもちろんですねこのシート今後ろ向きなんですけど前向きに変更することができますので、このテーブルをですねまず展開していきたいと思います。
まずはこの肘掛けの板を外します。次に座面だった部分をこのように起こして背もたれに変えます。ヘッドレストを入れ替えて背もたれのマットを同様に車両後方に倒します。そしてこのシートは前後にスライドしますので座りやすいポジションにセッティングします。こちらには3点式シートベルトがありますので一番後ろまで下げてみました。私が座っても家具に頭をぶつけることはないですし、シートベルトも難なくかけることができます。はい、そしてこのね、ダイレクトスペースの上には収納スペースがあります。間接照明があってね、こちらの収納スペースがあります。これもですね、非常にこうね、スペース的にも大きいですから、結構ね、物もね、収納できるんじゃないかなと思います。そしてこの収納スペースの下にもですね、やはり間接照明といいますかね、LED の照明がありまして、こちらにですね、テーブルがあります。で、このテーブルに関しては、もちろんですね、取り外すこともできるんですけども、一回一回ね、これベッド展開するときに、取り外したテーブルをですね、どこに置くか問題が出てくるんですよ。ただ、今回のこの、ね、カントリークラブに関しては、実はですね、これを跳ね上げすることができます。これね、ロックがここについていて、これでね、解除して、こう、ポコッと外すことができるんですけども、このですね、穴が開いているの、これがミソなんですけど、これがですね、ちょうど跳ね上げた時にね、かわす仕組みになっております。ですので、これをね、こう持ち上げると、ちょうどですね、ここでね、かわしてくれるんですよね。ですので、これをこうね、持ち上げて、テーブルのですね、この足を畳んであげます。そしてこのまま持ち上げたところにですね、このロックがちゃんとかかる仕組みになっておりますので、これをですね、はい、このロックがここにですね、ちゃんと入る仕組みになります。そうするとテーブルをですね、跳ね上げた状態で保持をしてくれますので、ベッド展開するときに一回一回外してテーブルをどっかにね、持っていかなくても、こう跳ね上げしていることによって、ここでですね、展開ができるようになります。せっかくですので、ベッド展開もね、していきたいと思います。まずはサードシートのこの肘置きを取り外します。背もたれマットを取り外して、座面は今これ傾斜がついてるんですけども、ここをフラットにします。次にセカンドシートのヘッドレストを取り外し、背もたれを後方に倒します。そしてスライドさせてサードシート、セカンドシートを設置させて、肘置きを取り外します。前向きだったシートの座面を180度前方に倒し、専用マットをはめ込みます。そうするとこのように細長いベッドが出来上がりました。そしてこの通路には先ほど取り外した背もたれマットとこの肘置きをセットします。このマット形状も実は計算されてるんですよ。最後にこの台形のポジションが空くんですけども、ここにもしっかりマットがありますので、専用のこのマットをはめ込んであげると長方形の大きなベッドが出来上がります。ベッドを作る工程は少し多いかもしれないんですけども、このようにするとかなり大きなベッドが出来上がりました。それではこのベッドに実際に横になってみたいと思います。さすがに横向きはちょっと厳しかったんですけども、縦に寝る分には大人の方3人ぐらいは平気で寝れるスペースがあるんじゃないかなと思います。天井方向に対して空間も広いですから、圧迫感なく広々寝れるんじゃないかなと思います。はい、そしてこのですね、先ほど跳ね上げたテーブル、実はですね、このベッド状態にしてからでもですね、展開することができます。実はですね、この真ん中のこのマットにはですね、このような感じで少しこれ、ね、切り欠きといいますか、こうね、角度がついてるんですよ。これ何のためにこれがあるかというと、実はですね、このテーブルの足を出した時にちゃんとですね、足をかわしてくれるね、仕組みになっているんですよ。ですので、この状態でテーブルを展開すると、まずですね、このロックを外します。そして足をですね、このように出した状態でこれをですね、下ろします。はい。で、このようになるんですよね。なので、ここギリギリのマットだったらね、なかなかこれが入らなくなっちゃうんですけど、そのためにですね、こういうふうに少し斜めにカットしてあるんですよ。こっちをこちら側にしてあげると、このね、切り欠きの入っている部分をこちら側にしてね、こうはめてあげると、このような感じでテ
テーブルをね展開することができますので、ここでですね、座って晩酌をしながらですね、眠くなったらこっちにすぐゴロンとね行ける仕組みになっておりますので、どうしてもですねベッド展開してしまうと物を置いたりねするスペースがなくなってしまって、携帯だとか飲み物をねどこに置いとこうっていう感じになっちゃうんですけど、これをですねこのようにテーブルをねベッドにした状態でも展開することができますので、これ非常にですね考えられていいね設備なんじゃないかなと思います。実際にこのように横になってみたんですけども、ベッド展開をいちいちするのが面倒な方はこのままでいいかもしれませんよね。そして2段ベッドの1段目、下には収納スペースがありますので、長物なんかを収納することができそうですよね。そしてこのボックスの中には電装品関係が収納されております。サブバッテリーについては運転席のすぐ後ろ、こちらにインバーターと、そしてサブバッテリーが収納されております。はい、専用のねこの扉がありますので、こちらをですね開けます。そうするとこちらにですね、はい、FRP の防水ルームが現れました。これねもちろんですね収納スペースとしてもね結構使えますし、こちらの方にもですねポータブルトイレを置いてねトイレルームとしてもね使うこともできるかと思います。まずね中に入ってみたいと思います。はい、防水ルームね入ってみました。これね壁に関しても FRP で作られておりますので、水もですね撥水することもできますし、天井もですねこれ FRP なんですよ。でもしですねオプションでねシャワーをね使いたいなって方は温水設備をねつけていただいて、あとはねこのシャワーカーテンをねこう回していただければ、こちらですね一応シャワーを浴びれるよっていう仕組みになっております。で照明もねあって、これね丸型のシンクもありますし、これをですね実は引き出してシャワーをね浴びることができるんですけども、オプションでですねこの防水ルームでシャワーを浴びる際はですね、温水設備をね使わなくちゃいけませんので、もしですねここでシャワーを浴びたいなって方はですね温水設備をねつけることをお勧めします。よくですねこれ排水どこ行くのって話になるんですけど、ちゃんとねこの隙間のところにシャワーパンがあって水がですね流れ落ちる仕組みになっております。はい、そしてこちらの方にもですね、丸型のシンクと、これ電源が取れるね 100V のコンセントもありますし、こちらの方にはですね収納スペースと、こっちにですね給水タンクと排水タンクがありますので、このね給水タンクに水を溜めておけば、こちらの方でですね水を使って排水タンクにですね流れ落ちる仕組みになっております。これ温水設備をつけるとねまた少し違った仕様になるんですけども、それをですね過去に、撮りました動画を見ていただければね温水設備のご説明もしてますので、もしよかったらねそっちのね動画を見ていただければなと思います。はい、そしてですねこの右側ここにねあります、これね外部電源の取り入れ口と同じ形状のものなんですけども、こちらからですね実はポータブル電源だとかをね電源を置いて、ここにね入力してあげると、このねカントリークラブの室内のですね、電気を使えたりだとか、あと 100V 製品のですね電子レンジやエアコンなどもですね、実はこのポータブル電源からこうね入力、出力するようなね感じで使うことができます。これね新しくねレクビーさんのモデルに関しては、このポータブル電源のですね入力、取り入れ口に関してはですね標準装備でついておりますので、今の時代ねやっぱりこのポータブル電源をうまく使う方法がねやっぱりおすすめなんですけども、レクビーさんもねいち早くねこの設備をつけております。はい、実際にですねここにポータブル電源をね置いて、ここからですね電気を出力するようにやってみたいと思います。まずは外部充電同様にこのキャップを開けて専用コードを差し込みます。外部充電とこのポータブル入力の線が一緒なのは実は意味があります。もちろん電気がバッティングしないのもそうなんですけども、コードを1本にすることができますので、荷物の削減にもつながるかと思います。そしてつないだコードの先を 100V コンセントに差し込みます。
はい、実際にですね、このようにポータブル電源を載せてみました。このぐらいのですね、サイズがないと、サブバッテリーをね、充電したりだとか、エアコンだとかね、電子レンジを動かすにあたって、ちょっとですね、容量が少ないとなかなか動かない場合がありますので、このぐらい、結構ね、大きめなんですけど、このぐらいはね、いるんじゃないかなと思います。で、実際にこちらのですね、外部電源コードを、このですね、レクビーさんが最近ね、つけたこの差し込んで、このね、外部電源コードをですね、ここに入れてみたいと思います。で、まずはね、このメインスイッチを入れて、はい、本体にですね、立ち上げます。そして、こちらにですね、100V 製品のね、コンセントがついてますので、こちらをね、使っていきたいと思います。そして、このですね、出力ボタンを押します。そうすると、オンになりますので、ここでですね、はい、外部電源コードを差し込みます。そうすると、ここからですね、電気が流れていって、このカントリークラブ自体にですね、このポータブル電源から電気をですね、出力、入力することになります。はい、そうするとですね、外部で、サブバッテリーの電圧が今 14.4 まで上がりまして、インバーターをですね、これインバーターのスイッチなんですけど、インバーターを入れなくても、これ電子レンジだとか、液晶テレビがですね、今これ電気がついてるんですけど、これでスタンバイ状態になりました。そして、このね、電子レンジをね、動かすことができるんですけども、何も中にね、入れなかった問題がありますから、はい、これに今電源も入ってますよね。この中に、今日はね、私がお昼に食べようと思っているこのおにぎり、こちらをですね、入れて温めてみたいと思います。はい、この中に入れまして、これね、ハイ、ローとかね、選べることができるんですけど、ちょっとね、ローにしておいて、時間を、そうですね、20秒ぐらいかな、おにぎりなんで、この状態でスタートね、します。そうすると、これ、動き始めましたね。で、消費電力はと言いますと、はい、そうするとね、やっぱ1000ワットちょっとで出力するんですけども、やっぱこれ容量がですね、多いので、まだまだ使えそうな雰囲気ですよね。これ全然びくともしない感じですね。はい、おにぎりがね、温まったと思う。結構もう熱いですね。温まるぐらいこれなりましたので、問題なくね、電子レンジも使えます。はい、このような感じで、今ですね、レクビーさんに関しては、ポータブル電源からですね、電源を取って、中のですね、照明や電化製品、そしてね、100V 製品も動かせるね、こういう出力のですね、トイレ口もつけておりますので、これ今の時代結構ね、使える装備なんじゃないかなと思います。はい、今回おすすめするポータブル電源は、オールパワーズの R3500 というバッテリーです。スペックはこのようになっておりまして、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使って、容量は 3168Wh、定額出力は 3200W です。UPS 機能もありますので、瞬時にこのバッテリー出力に切り替わるので、データの保護にも役立ちます。箱の中には、このバッテリー本体と AC 充電ケーブルとソーラーの充電ケーブル、取扱説明書と保証カードが入っておりました。取説も日本語ですし、安心の5年保証。電話で答えてくれるカスタマーサービスもありますので、安心して使用できそうですよね。このポータブル電源を起動するときは、このメインスイッチを長押しします。液晶ディスプレイも非常に見やすいですから、バッテリーの残量からインプットやアウトプットのワット数、そしてどのぐらい時間が使えるかというのも一目でわかるシステムになっております。向かって正面右側に関しては 12V の出力ポートがあります。12V のシガーソケットやアンダーソン出力もあります。また向かって左側には USB ポートがあります。USB の Type-C は2箇所、Type-A は4箇所あります。最近の電化製品は USB を使うケースが多いんですけども、USB Type-C も 100W、そして Type-A も 12W や 18W ありますので、いろんなものも使うことが可能ですよね。そして正面の一番下には 100V の出力ポートがあります。よく使う AC の出力は4ポート、RV 出力が1ポートあります。
定格出力が 3200W ありますので、ほとんどの家庭用電化製品はこちらから電気を引っ張って使うことができるかと思います。もし停電になった時もこのポータブル電源を使えば数日は電化製品を動かすことができそうですよね。サイド面に関してはこのように持ちやすいグリップがありますので、重たいですけども比較的簡単に持ち上げることが可能です。そしてこのバッテリー背面には入力ポートが並んでおります。専用コードを挿して家庭用のコンセントに接続すると、もちろんこのポータブル電源を充電することができるんですけども、実は充電モードも3段階から選択が可能です。またソーラー充電もできるんですけども、最大で 2000W 以内であればソーラーパネルを接続して充電することも可能です。また最大で15台の拡張バッテリーを接続することができますので、住宅でオフグリッドの生活ができそうですよね。また今回のこのポータブル電源に関しては Bluetooth と Wi-Fi の機能もついております。専用のアプリをダウンロードしてこのように携帯端末で操作することが可能です。各ポートの出力はもちろんこちらで操作することができるんですけども、50Hz、60Hz の切り替え、そしてバッテリーの残量や今のバッテリーの状態をリアルタイムでモニタリングすることができます。ポータブル電源は文字通りポータブル、持ち運びができるんですけども、今回のこの電源実は 42kg あります。取っ手がしっかりしているので比較的持ちやすいんですけども、腰が悪い人はちょっとですね無理かもしれません。大きさも比較するために iPhone を置いたりティッシュボックスを置いてみました。こう見るとなかなかの大きさなのがわかるかもしれません。容量が 3000W もあればこのぐらいのサイズになっちゃうんですね。実際に結構電気を食うこのドライヤーを動かしてみたいと思います。マックスで動かしても 1100W ぐらい。このまま続けても2時間は使える計算です。車に乗せる時のコツなんですけども、決して腰を指定にして持ち上げないで、このように足の力で持ち上げることをお勧めします。もうポータブルって言っていい限界ギリギリのサイズかもしれませんね。はい、今回はですね、愛知県のレクビーさんが製造販売しておりますカントリークラブスーペリアいかがだったでしょうか。これね、カントリークラブというレイアウトはこのね、車両最後部に仕切られた防水ルームがね、マルチルームがあるんですよ。これもちろん荷物も積むことができますし、シャワールームとしてね使うこともできれば、ポータブルトイレだとかラップポンを置けばですね、トイレルームとして使うこともできるんですよ。ですのでご夫婦お二人使いでも使いやすいし、ご家族4人のねトイレが欲しいなっていうね、そういうファミリーの方にもですね、実は柔軟に対応できるレイアウトなんですよ。そして冒頭でもお話ししたポータブル電源のですね出力ができる配線がね備わっているんですよね。でこれはねどういうことかというと、今一応ねこのキャンピングカーの中に関しては鉛バッテリーが搭載されてるんですよ。でその鉛バッテリーにおいてこう照明をつけたりだとかね、あとはインバーターを介して電子レンジを動かしたり家庭用エアコンを動かしたりっていうことができるんですけども、やっぱり限りがねありますから、もしですね電力量にね不安がある方、もしくはねちょっとですね増やしてねいたいなっていう方はですね、このポータブル電源をですね中に置いてスイッチを押してですね、あと出力コードで出力をさしてあげれば、ポータブル電源出力で中のですね電装品関係を使えるようになるんですよ。もちろんこれ充電もねサブバッテリーを充電することもできるし、12V のねこういうね照明も使うこともできれば、電子レンジだとか家庭用エアコンのような 100V 製品もポータブル電源から電気をもらって使うことができるんですよね。これは実はですね、もちろんキャンピングカーの中でね使うことももちろんいいんですけど、もしもの災害の時にポータブル電源を家庭内に持ち運んでいって、そちらでですね予備電源として災害時も使うことができますので、キャンピングカーの中でも使いやすいし、もしもの災害の時もですね使いやすいですので、このですねレクビーさんの新しくね備わったこのポータブル電源の差し込み口がね、出力口ができたっていうのは非常にですねこれからの時代大きなねポイントなんじゃないかなと思います。はい、今回はですね愛知県のレクビーさんが製造販売しておりますカントリークラブスーペリアをご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。